顔を見られると必ず殺しにやってくる生物、自分の思い通りに世界を変えることができる少女。彼らは SCP と呼ばれる超常的な存在。果たしてその謎に満ちた異常な生態とは。はい、どうも、あれが緑のけんちゃんです。どうも、やみやみこです。今回はね、SCP をね、ご紹介していきたいと思います。SCP ってね、何かします？ SCP。あんま聞いたことない。まあ、そんな人のためにね、今回はね、SCP とはね、何かをね、ご紹介していきたいと思います。自然法則に反した超常的な存在である SCP。SCP とは一体何なのか、そしてその危険な生態とは。SCP とは、そもそも SCP とは一体何なのでしょうか。 SCP とは世界の安全保障上脅威となり、特別な収容方法で隔離が必要な異常存在のことなんです。わかりづれえな。そしてそんな SCP を一般人から隔離し、確保、セキュア、収容、コンテイン、保護、プロテクトすることを目的に世界規模で活動する団体が SCP 財団なんです。現実世界のことかと思いきや、実は SCP の始まりは2007年に英語圏の掲示板サイト超常現象版で始まった怖い画像に怖い設定を付与するという遊びが発端だったんです。やがてそれが SCP 財団という大きな架空の世界を持つに至り、掲示板に集まる人々によって SCP の空想は世界中に広がっていったんです。この SCP 財団という世界の魅力の大部分を占めているのが、物語の主役で異常存在である SCP オブジェクト。いや、なんだよそれ。SCP オブジェクトとは、財団により異常性を認められ収容の対象となっている異常存在。物品や人物、集団のみならず、特定の場所や施設、現象や概念までもがその対象となっており、ほとんどは有害無益な代物ばかりで、その数は数千にも上ると言われているんです。彼らの扱う SCP オブジェクトは様々であり、その危険性によってオブジェクトクラスという3段階のレベルに分けられています。それが次の3つなんです。セーフ、触らなければ安全。ユーグリッド、人類にとって危険な存在。収容することが難しい場合もある。ケテル、収容が非常に困難または不可能な物品であり、全人類の滅亡にも直結する最も危険な存在。SCP の話はすべて SCP オブジェクトについての報告書という形式で書かれ、今や世界中で創作される SCP には様々な作品テーマが存在するんです。よくわかんねえわ。 SCP ってこういうことだったのね。いや、そうなんですよね。ちなみにね、ヤミコさんのね、オブジェクトクラスはいくつですか？私のオブジェクトクラスはね、3段階で表すね。ダイナマイト。爆発しろ！爆発しろ！続いてはね、我々人間に近いとされる SCP オブジェクトをね、紹介していきたいと思います。SCP-049 ペストイ。続いて紹介するオブジェクトはこちら。SCP-049 ペストイ。人型で身長 1.9 メートル、体重は 95.3 キログラム。15、6世紀のヨーロッパに伝わるペスト医師の格好をしていることからこのように呼ばれているんです。鳥のようなマスクの目の穴からは人間の目に非常によく似た眼球が見え隠れしているんです。そしてこの SCP-049 はなんと言語を話すことも可能で、英語は完璧に理解しているというんです。さらに情に熱い一面もあり、財団スタッフに対して協力的という性格の持ち主。このことからオブジェクトクラスセーフに思われがちですが、クラスは2段階目のユークリッド。一体なぜユークリッドなのでしょうか。それは SCP-049 には非常に危険なある能力があったからなんです。その能力とは、対象の生命体の皮膚に接触することで全ての機能を停止させる能力なんです。もうバカ！これがどのようにして起こるのかは現在不明であり、とにかく触れないようにするしか対処の手立てがないのが現状なんです。そしてもしこの能力によって人を殺してしまった場合、 SCP-049 はなんとその人を手術し蘇らせようとするんです。しかも手術するためにまず周りにいる人全員を殺害するんです。もう意味わかんねえわ。これは邪魔されないようにするための行動ではないかと考えられており、そうして犠牲者を解剖してよくわからない薬を注入しまくり、その後縫合すると犠牲者は晴れて生き返るんです。ただしそれはゾンビとしてなんです。そしてこのゾンビは生きている人を探しては殺そうとするという負の連鎖を作り出すんです。こいつがゾンビに触れたらゾンビは死んじゃうの？わかんないっす。あんた雑じゃない？本当にも。続いてはね、恥ずかしがりやすぎてやばい SCP オブジェクトをご紹介していきたいと思います。ちょっと可愛いですね。SCP-096 シャイガイ。
SCP-096 は人型の生物で身長がおよそ 2.38 メートルあるんです。筋肉量がとても少なく、事前分析で軽度の栄養失調を確認されているんです。バカ！さらに皮膚にはほとんどに色素がなく、体毛は一切ありません。通称 SCP-096 は非常におとなしく、1日の大半を壁の横をうろついているだけのようなんですが、実はある困った性格をしているんです。それが極度の恥ずかしがり屋。可愛いな。何者かが SCP-096 の顔を見ると、直接であっても映像記録を通じてであっても、それどころか写真で見た場合ですらひどく苦悶し始め、顔を両手で覆い泣き、支離滅裂なことを叫び始めるんです。そしておよそ 1,2 分が経過すると、最終的には SCP-096 の顔を見た人間に向かって走り始め、どこにいても殺してしまうんです。SCP-96 は顔を見た人がどこにいても本能で居場所を突き止めることが可能で、この時 SCP-96 の進行を妨げる方法は現在のところ発見されてはおらず、その殺害率は 100%。 絶対に逃げることができないんです。でもこう顔見られただけで恥ずかしいってどんだけシャイなの？まあね、恥ずかしさといえばね、ヤミコさん背中結構汚いですけど、見られたらどうなんですか？そこ続いてね、これまでとは違って、生き物ではない SCP オブジェクトをね、紹介していきたいと思います。 SCP-993 ピエロのボブル。続いて紹介する SCP-993 はピエロのボブルと題する子供向け番組なんです。そう、SCP には冒頭でもお伝えした通り、生き物ではないものも登録されているんです。この番組はボブルというピエロのキャラクターが新しい技術や活動を教える教育アニメの形式で作られています。怖えな。この番組はボブル以外に出演者はいないようで、番組のセットはエピソードによって異なるんです。そしてこの番組は10歳以下の子供は見ることができるんですが、それ以外のものが視聴するとすぐに誰もが突き刺すような頭痛に襲われ、番組終了まで意識を失ってしまうんです。バカ！番組の内容は子供向け番組であるものの、殺人、拷問といった活動を擁護し、その方法を教えてくれるというもの。これは視聴者の心に深く染み込みやすく、繰り返し SCP-993 を視聴すると永続的な精神病、統合失調症の症状になることがあるんです。 SCP-993 は現在未知のソースから定期的に放送されていますが、財団は放送を傍受し公開を防ぐことに成功しているんです。そのためオブジェクトクラスはセーフですが、どうやら完全に防げているわけではないようです。番組のオブジェクトなんかあんのね。いや、そうなんですよ。 SCP も何でもありっすよ。なんでもありよね。もう意味わかんない。てかもうなんか万物や。ただ万物よね。ではね、最後にね、最も危険とされているケテルクラスの SCP オブジェクトをね、紹介していきたいと思います。 SCP-239 小さな魔女。SCP-239 の見た目は8歳の少女で、身長は1メートル、体重は 20kg と一見普通の少女ですが、可愛い見た目に騙されてはいけません。なんと彼女はこれまでに発見されていない形態の放射能を有しているんです。その放射波は低濃度では無害なんですが、高い濃度では物質を素粒子レベルまで分解してしまうほど、その危険性は折り紙付きなんです。怖すぎるやろ。これだけでも十分危険なんですが、それよりも SCP-239 にはとんでもない能力が備わっているんです。その能力というのが、自分の思い通りに世界を作り変える能力。もう何でもありじゃん、もう。そう、まさに魔法なんです。オブジェクトクラスは文句なしのケテルクラス。要するに SCP-239 は意識レベルで本当にしたいと思ったら何でもできるんです。例えば生体を想像したり、生体に影響を与えたりすることができるようで、過去に SCP-239 を調査するために派遣された職員がうっかり彼女を傷つけてしまったことがありました。傷つけられた SCP-239 はこの職員を遠くにやってしまいたいと思ったところ、この職員は消滅。自分のしたことに気づいた SCP-239 は彼に戻ってきてほしいと願ったところ、職員は何とか戻ってくることができたというんです。優しいな。このように SCP-239 が願えばできないことはないんです。つまり SCP-239 は意識がある限り無敵なんです。もう何言ってかわかんない。彼女は今、心電図と点滴をつながれ独房の一室にひたすら眠らされています。SCP-239 を目覚めさせることは財団の中での絶対のタブーとされており、それを試みた職員は即座に処分されてしまうといいます。チャンネル登録と高評価よろしくね。